皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。僕は今メルボルン空港にいます。時刻はもうすぐ7時。さっき JAL 便で到着したところです。メルボルン市内での公共交通機関はバスのみ。それだと52分かかると出ているので、今回は半分の時間で行ける車にします。一応オーストラリアドルが90円くらいなので、ざっくり5000円くらいですね。空港を出てすぐのところに待ち合わせエリアがあるので、そこで待ちます。今回はメルボルンに2泊滞在する予定。カフェやグルメ、あとはサッカー観戦も目的です。メルボルンはカフェ文化が発達しているから、どんなおしゃれカフェに出会えるか楽しみです。去年の夏はシドニーに行ったけど、それともまた違った雰囲気を感じるね。だいぶ街中に入ってきました。今回泊まるのはウィスティンメルボルン。CBD と呼ばれる中心街にあるので、歩いて観光に出かけられそうです。ホテルに着きました。まだ朝7時半なんですが、もう部屋に入れるみたいです。通常チェックインは15時なのにありがたいね。スタンダードのお部屋。今日からここに2泊します。歴史はありそうだけど綺麗な部屋ですね。ベッドサイドにお水が置いてある。デスクも広くて作業しやすそう。吹き抜けの中庭みたいなのに面してるのかな。これはブラインドを下ろしておかないと中が丸見えになるね。バスタブあり。まあでもシャワーしか使わないかな。ウェスティンだからアメニティはホワイトティーですね。ウェスティンといえばこの香り。アメニティは最低限のものが用意されてるって感じ。歯ブラシはあります。マウスウォッシュとボディーローションもある。冷蔵庫の中身はスタンダードなビールとジュース。お水は種類が豊富だね。でも水はオーストラリア定番のジャストウォーターでいいかな。じゃあ朝ごはんに出かけましょう。今は8時40分。ホテルの近くにルーンっていうパン屋さんがあるから来たんですけど、この行列。こりゃダメだね。人気店だとは聞いてたけど、あれだけ観光客が群がってるとちょっと食べる気がそがれるね。他のお店を探しましょう。ちなみにホテルの目の前の通りはコリンズストリートって言って、高級ブティックなんかが立ち並ぶ大通りみたい。反対側にはクラシカルな建物がたくさんあるね。確かに見てるとハイブランドばっかりかも。トラムが走っていきます。中心部は特にトラムの路線がたくさんあって、なんと無料で乗れるんです。車を減らして環境負荷を減らそうってことなのかな。ホテルそばにあるブロックアーケードにやってきました。100年以上の歴史があるアーケードです。床のこのモザイクタイルは当時のヨーロッパから持ってきたものらしい。ビクトリア州の遺産にも登録されています。こちらは隣にあるロイヤルアーケード。150年以上の歴史あるメルボルンで最古のアーケードです。まだ朝だからかお店はやってないね。こちらももちろんビクトリア州の遺産に登録されています。ブロックアーケードに戻ってきました。
さっきカフェがあったからそこでご飯にしようと思います。注文を済ませてきました。もうすぐ9時ですね。知らなかったんだけど、この人たち動くみたいです。送信がてっぺんに来るタイミングで動き出すのかな。思いがけず動いてるところを見れてよかったね。注文したのはフラットホワイトとめちゃでかクロワッサン。コーヒー5ドルなのにクロワッサン10ドルでした。バターとの対比で大きさが伝わるかな。役目を終えて彼らは動かなくなりました。これ1個で間違いなく満腹になるね。コーヒーもレベルが高くてちゃんと美味しい。いいお店でした。アーケードの出入り口付近のお店は朝から列ができています。ここはティールーム。ケーキも美味しそうだし、予約制のハイティーもやってるみたいです。どれもすごく凝ったケーキだね。ではここからはトラムで移動します。このフリートラムゾーンの中であれば無料で乗り降りできます。やってきました。これで数駅分移動です。メロブルームは治安がいいから観光しやすいですね。首からカメラを避けながら歩いてても危ない目線を感じることがないです。フリートラムゾーンをそろそろ出るって言ってますね。メルボルンにはマイキーという交通系 IC があって、フリートラムゾーンの外ではそれをあの端末にタッチして支払います。セントパトリック大聖堂です。今から約90年ほど前に完成したオーストラリアでも最大規模な教会。過去には当時のローマ教皇も公式訪問されています。ここをスタート地点に少し散歩しながらフリートラムゾーンの外側を巡ってみます。大聖堂から歩いてすぐのところに公園があるみたい。フィッツロイガーデン。歩道が整備されてるんだけど、周りの木がでかいね。オーストラリアのスケール感が垣間見えます。街の中に突然現れるこの公園は150年の歴史があって26ヘクタールもの広さらしいです。ディズニーランドが50ヘクタールくらいだからその半分くらい。今日は結構風が強いんだけど、あちこちで日向ぼっこしてる人がいます。公園内の道はユニオンジャックをイメージして作られたそう。言われればそんな風にも見えます。4月は秋のメルボルンですが、すごく過ごしやすい。気温は26度くらいあります。10分くらい歩いてヤラパークの方に行きました。この辺りはスポーツ施設が多いみたいなんだけど、目の前にも大きなスタジアムが見えます。緑と公園がたくさんある街で気持ちがいいね。ここはクリケットのスタジアムみたい。日本にいると触れる機会がないスポーツだけど、こんな大きな場所でプレーするんだね。野球のメジャーリーグの球場くらいの規模感です。コモンウェルス文化だ。知らなかったんだけど、クリケットってドレスコードがあるのかな。この辺りはゴルフと共通するものを感じるね。
スタジアムに沿ってさらに歩くと大きな線路がありました。中心部から南の方に抜ける電車が走っていきます。今度はナショナルテニスセンターです。右手にも別の競技場。この辺りでテニスの全豪オープンが行われるみたい。まっすぐ行った先に目的地が見えてきました。ここは AMI パーク。サッカーやラグビーの試合が行われるスタジアムです。今日は地元のサッカークラブメルボルンビクトリーの試合日です。今日は女子チームと男子チームの試合のダブルヘッダー。僕は男子チームの試合から見る予定です。というわけでひとまず中心部に戻ってランチして一旦ホテルに荷物を置いてきます。海外のスタジアムだと大きなカメラは持ち込めないことが多いので、今撮影しているこいつも部屋で留守番です。ちなみにこの辺りはフリートラムゾーンの外側。マイキーで運賃を支払う必要があります。フリンダースストリート駅の辺りにやってきました。ここのすぐ近くにあるタクシーキッチンでランチします。外がよく見えるカウンター席に案内してもらいました。こじゃれたものが多いな。フュージョンっぽい創作料理っぽい感じであんまり物が想像できないので勘で注文しました。なんか都会なのにのんびりしたいい雰囲気の街ですね。これはキルビルっていうカクテル。名前からイメージするほど過激な感じはしないけど、どんな味なんだ。マンゴーゼリーはそのまま食べてって言ってました。こちらは多分伊勢海老のワンタン。ロックロブスターって伊勢海老的な見た目のやつだよね。あとフレンチフライ。綺麗だし美味しそうだね。中華っぽい味付けですごく美味しいです。図らずもカクテルと相性が良かった。一皿じゃ悪いかと思って追加したポテトは爆盛りで困ってます。味付けもちょうどよくておしゃれだし、メルボルンに住んでたら通ってるだろうな。というわけで完食しました。景色もいいし、いいお店だ。ホテルからは歩いて数分の場所。荷物を置いて身軽になってもう一度スタジアムに向かいます。スタジアムもトラムで15分くらいで行けるからめちゃくちゃアクセスがいいんだよね。やっぱりホテルはできるだけ真ん中の立地に借りるね。改めてスタジアムへ。女子チームの試合は終了していて、あと10分くらいで男子チームの試合が始まります。チケットはオンラインで買いました。試合前の選手紹介。実は今日の対戦相手のオークランド FC は元日本代表の酒井宏樹が所属してるんですよね。しかもキャプテンとして出場予定。バーを発見。吸い寄せられます。フードはイータリーがやってました。売店に捕まってる間にもうすぐキックオフです。メルボルンビクトリーはスタンドバイミーを歌うんだね。いい雰囲気だ。いよいよキックオフ。堺のいるオークランドも惹かれるけどメルボルンを応援します。ゴール裏ではファンが声を上げています。サッカーを見ながらのビールは最高だね。試合はオークランド優勢に展開しています。現在首位のオークランドが実力を見せて1点リードのまま試合は終盤へ。試合が進むにつれてカモメがピッチに。マイペースに振る舞うカモメに隣のちびっこがずっとキャッキャしてます。こいつら全然物おじしないんだよね。
たくさん食べ物があるから来るんだろうな。そんな目の前のカモメに気を取られていたら急に歓声が。得点シーンを完全に見逃しました。試合は結局 2-0 で堺が率いるオークランド FC の勝利。メルボルン勝利ならずでした。でも勝てなかったけど試合は面白かったし、雰囲気を体験できて大満足。気持ちのいい夜なのでホテルまで歩いて帰ることにします。ホテルまでは約30分くらい。他の観客と一緒に歩きます。なんか他の国に比べて客層はいい感じがしますね。クラブによっても色はあるんだろうけど、僕はよくイタリアでサッカーを見るんですけど、ローマとかで試合後に一人で歩きながらカメラを回すのはかなり緊張します。やっぱりメルボルンは治安がいい街だな。さてホテルに戻ってきました。戻ってきたら外に出るのが面倒になってしまって、ルームサービスで晩ご飯です。和牛ビーフのダブルチーズバーガー。なんかメニューにそこまで惹かれるものがなくて分かりやすいバーガーに落ち着きました。この手の分厚いバーガーって食べるのに一苦労。美味しいんだけど半分の高さでいいんだよね。今日どんだけポテト食ってるんだろうって思うけど、もったいないので食べます。でもやっぱうまいな。ごちそうさまでした。甘いものを勧めてくるけど、さすがにやめておきます。今日で街の輪郭がだいぶ分かったから、明日はもっと街歩きを進めてみようと思います。それではまた明日。おはようございます。ちょっと寝すぎてしまった。時刻はもうすぐ12時。まずはご飯に出かけます。トラムでサザンクロス駅までやってきました。この近くにお目当てのカフェがあります。意外と日本人とすれ違わないなと思ってたんだけど、急に3連単でさって競馬の話をしてる日本人の若者に遭遇して思わず笑ってしまった。おかげでお店を通り過ぎちゃったかもしれない。ありました。ハイヤーグラウンド。店内はこんな感じのおしゃれな建物の活気あるカフェ。人気店なんだけど1人分カウンターが空いてて街中入れました。イースターの限定メニューなのかな。あ、そうそう、今回はイースターの週末に旅をしてます。意外とお店はちゃんと営業してて困るところは今のところないですね。アボカドトースト的なものを注文しました。半熟卵とかリコッタチーズが乗ってます。間違いなくうまいやつだ。シドニーでも思ったけど、オーストラリアカフェのフードのレベルが高すぎるよね。何食べてもうまい。コーヒーはエチオピアのものをフィルターでいただきました。これも約束された美味しさ。綺麗で透明感ある酸味がいいですね。これ一つでかなりのボリュームでお腹いっぱいになるね。すごくいいカフェでした。予約もできるらしいので、ぜひ予約して来てみてください。お腹も満たされたので散策スタートです。目的地へのルート上に公園がありました。フラグスタッフガーデン。どこの公園もすごく綺麗に手入れされてますね。散歩していて気持ちいい。なんか景観が集まって物々しい雰囲気。フ
振り返ったら後ろにリーガライズカンナビスパーティーって人たちが。調べたらリーガライズカンナビスっていう政党がいるみたい。要は大麻合法化を訴えてるってことですね。あんまり近づきたくないな。公園を抜けてビクトリアマーケットにやってきました。なんか裏口っぽいけど。150年近い歴史を持つビクトリアマーケット。とても広い市場で建物やお土産物などいろんなお店が並んでいます。本当にいろんなお店があるね。正面はこんな感じだったのか。別の建物では食料品がたくさん売られています。行きたかったのはここ、マーケットレーンコーヒー。昔からあるスペシャルティーコーヒーのロースターで、知り合いのバリスタがここで働いてたんですよね。ちょっと今はお腹がいっぱいなので、後で別の店舗に行ってみましょう。次にやってきたのはビクトリア州立図書館。名前の通りビクトリア州の図書館なんですが、訪れた理由は中を見てもらえばわかるはずです。広場ではストリートチェスのショーが行われていました。170年以上の歴史を持つ建物はどこをとっても美しい。圧巻なのはこの大ホール。白い壁と本棚の茶色のコントラストやシンメトリーな配置が美しいです。歴史的な建物でありながら現役の図書館。地元の人たちが調べ物や勉強をしていました。世界で最も美しい図書館の一つ。実際にこの目で見れてよかったです。ここからはまたトラム移動。無料なのが本当にありがたいね。次はシティサークル行きのトラムに乗ります。あと7分っぽいんだけど、びっくりマークがついてる。遅延かな。しれっと待ち時間が10分になりました。これはしばらくこのまま来ない気がするな。どうせ3駅くらいなので歩くことにしました。トラムが追いついてきたらそこから乗ればいいしね。なんかまた綺麗な建物が並んでいます。至る所に雰囲気のある建物があっていいね。とりあえず一駅分歩きました。まだトラムがやってくる気配はないね。結局トラムがやってくることはありませんでした。歩いて正解だったね。ここは王立展示館。1880年のメルボルン万博の会場です。イギリス統治時代のことです。19世紀のビクトリア朝時代の建築が好きなので、こういうのはたまらないですね。145年前の最先端がこれだったわけだよね。さて次ですが、このすぐ裏の建物に向かいます。王立展示館のすぐ裏にあるのがメルボルン博物館。打って変わってモダンな建物です。チケットは大人15ドル。この手のチケットとしては安いですね。売り場が並んでいたのでオンラインでチケットを購入しました。じゃあちょっと見てみましょう。一通りぐるっと見てきました。ぜひ見てみてほしいので詳細は伏せますが、すごく独自性のあるいい展示が多かったです。オーストラリアという土地やこの街の成り立ちについての展示が特に面白いです。ヨーロッパの国にはできない展示だなと思います。それじゃあ一度ホテルの方向に戻りつつ、さっきスキップしたマーケットレーンコーヒーに寄ろうと思います。
博物館前のトラムから1本で帰れるはず。あれが駅ですね。トラムを降りました。州の議事堂らしいんですけど、ウェディングフォトを撮ってました。確かに絵になる場所だね。マーケットレーンコーヒーのお店もここから歩いてすぐです。閉店なんてことだ。インスタ見たらイースター休暇や早じまいの店が多いみたいでした。でもビクトリアマーケットの店舗だけ17時までやってるみたい。ちょっと虚しいですが、もう一度向かいます。もうマーケット自体は閉まってるから観光客は少なめですね。いつも下調べをちゃんとしないからこうなるんだよな。というわけでようやくありつけました。マーケットレーンコーヒーでフラットホワイトを飲んでいます。コーヒー豆もお土産に買いました。店内にはいろんな産地のコーヒー豆が。100g あたり800円くらいの単価感なので価格も誠実。昔から知ってるひいき目もあるけど、メルボルン一のロースターだと思います。時刻は17時。そろそろ晩ご飯のお店を探し始める時間ですが、今日は決めていたところがあります。デューク・オブ・ウェリントン。株っぽいけど綺麗なお店です。1階はいわゆるパブだったけど、3階はもう少しオープンな空間でした。イースター期間は毎日生演奏してるんだって言ってました。ちなみに注文はアプリからもできるみたい。この方が写真付きで選べるからいいね。とりあえずビールを注文。ほぼ泡なしで一番上まで入ってます。ちなみに今日ここに来た目的はこのチキンパルマを食べること。チキンにパルミジャーノチーズとかトマトソースをかけたやつなんだけど、メルボルン名物みたい。あんまりメルボルン料理って調べても出てこない中でこれが出たので、じゃあ食べておこうかなと思って。このお店というかこのフロアは家族とか知り合いでワイワイする感じっぽい。地元の男たちのパブじゃないから観光客にも優しいね。こいつがチキンパルマか。正直まずくなりようがない組み合わせなんだよな。チキンの上にトマトとチーズをかけて焼いたやつ。チーズの下にハムも入ってました。チキンも分厚い。すごく美味しいんだけど結構でかくて大変。でもお店の雰囲気も相まって最高の晩ご飯だね。生演奏タイムも終わり、お客さんも引いてきました。僕も帰ろうかな。ホテルまで5分くらいなので歩いて帰ります。楽しかったな。結構店員さんが話しかけてくれる人で、昨日のサッカーの話をしてました。もうすぐホテルですね。明日は朝早いので帰ったら早めに寝ることにしようと思います。部屋は綺麗にベッドメイクされていました。なんか水も増殖してる。ありがたいね。おはようございます。もうすぐ朝5時半。これから空港に向けて出発です。ウーバーを昨日のうちに予約しておきました。街のことがようやく分かってきたのに帰るのは寂しいね。また来よう。30分くらいで空港に到着。7時のフライトなのであと1時間。事前にオンラインチェックインしてあるのでこのまま出国しちゃいます。その後は JAL のビジネスクラスで成田まで向かうのですが、この動画はここまで。今回もご視聴ありがとうございました。改めてですが、メルボルン旅行最高でした。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。